ミッドナイトズズのミッドナイトオーディオ。こんばんは、ミッドナイトズズです。本日のマイクはアーカーゲー P420 でお送りします。この番組では音楽や機材やガジェットをメインに銭湯、サウナ、喫茶店、キャンプ、旅、器、雑貨、日常と雑談込みでゆるゆると夜をご一緒する番組になっております。早速の第2回目の配信なのですが、 Spotify 上での Q&A でね、どんな話を聞きたいか募集してたんですけれど、答えてくださった方がいらっしゃいまして、お名前ゆうさん、いつも楽しませていただいてます。雑談ももちろん好きですが、少しマニアックな機材の話や音楽の話をたくさん聞きたいです。ありがとうございます。お優しい言葉本当にありがたいです。少しマニアックな機材の話ですね。これほんのちょっとだけ難しくて、何が難しいかっていうとですね、私ミッドナイトズズ、ちょっとだけマニアックめな動画を YouTube に上げてるつもりのものなんですけれど、それで知っていただいてこのポッドキャストを聞いてくださってる方が多いと思うんですね。それで多分っていうか確信なんですけど、これ褒め言葉なんですけど、多分見ていただいてる方の方がマニアックというか、私なんかよりお詳しい方々がね、なので私のマニアックなんてね、そんなねマニアックですバーンみたいな気持ちでは全然いけないんですけど、でもね、皆さんとよりマニアックを極められたら最高ですね。という前置きをしたところで、もはや機材ってマニアックみたいなとこありますよね。最近 YouTube に上げたものだとコルグの NTS2 とかは割とコアなんじゃないかなと。直近に上げた超小型ボイスレコーダーもね、あれすごかったですね。私の持ってる機材で一番コアなのってなんだろうな。カレントの VU メーターとかですかね。 VU メーターって実機高いですよね。値段がだいたい7、8万からですよね。私の持ってるやつはとあるところからかっぱらいただいたものなんですけれど、元値17万くらいらしいです。怖っ。スピーカーも KS デジタルっていうドイツのメーカーの同軸スピーカーで、普通はあんまり聞いたことないメーカーだと思います。でも去年インタービーにいたんだよな。インタービーっていうのはですね、お祭り機材イベントが毎年あるんですけど、映像とか音響とか放送とかプロユース向けの新製品のお披露目場というか、そこに毎年行ってて、そこに KS デジタルが出展してまして、去年 KS デジタルのスピーカーほぼ全種がずらっと並べ組み上げられてて恐怖でしたね。マニアックで言うと、最近やりたいことがありまして、またとあるところからかっぱらってきた壊れたポップガードがあるんですけど、ステッドマンプロスクリーン 101?101? なんですけど、これがね、ポップガード部分が根から折れちゃって完全に外れてまして、これを金属なんで金継ぎで直したらかっこいいのではっていうことを最近しようとしてます。うまくいくかはさておいて、機材の話しだしたら本当に終わりないですね。これからいくらでもしていきたいですね。本日の環境音コーナー。本日の環境音はキャンプ場での焚き火の音でした。はい、またもや謎コーナーありがとうございました。あと音楽の話ですよね。音楽のどの話しようかな。ジャンル論争は争いが起きてしまうので、好きな音階の話でもします。私はね B フラットです。なんで B フラットなんだろうって考えた時に、手癖で弾きがちなのと、吹奏楽やってたんですけど、そう吹奏楽のチューニング音って B フラットなんですよ。オーケストラは A じゃないですか。
吹奏楽は米管が多いんですよね。クラリネットとかトランペットとか。対してオーケストラは弦楽器がいるじゃないですか。なので開放弦でもある A でチューニングするんですよね。そもそも米管ってなんだって話なんですけど、米ってのは B フラットのことですね。楽譜上のドの音を米管で吹くと、実際に出る音は B フラットになるんですよね。これね、絶対音感の人めっちゃ混乱するんじゃないかな。初めて楽器によって楽譜の音と実際出る音が違うと知った時はびっくりしましたね。ドはドだろってピアノをやってたんで。でも偶然吹奏楽ではフルートだったんで正管だったんですよ。正管ってのは C 管のことですね。ドレミファソラシドがイタリア語で、 CDEFGABC が英語で、 CDEFGAHC がドイツ語音名ですね。その C なんですけど、そのまま楽譜上のドを吹けば実際にドが出る正管だったんで、混乱せず助かりましたね。いやー、吹奏楽も楽しかったですね。吹奏楽の曲でもやっぱり結構いっぱい名曲ってあるんで、ぜひ吹奏楽曲聴いたことない方は聴いてみてほしいです。おすすめはですね、なんだろう、マゼランの未知なる大陸への挑戦、あと民衆を導く自由の女神。これ同じ作曲家さんなんですよね。ぜひね聴いてみてほしいです。かっこいいので。吹奏楽つながりで思い出したんですけど、スイングガールズっていう名作映画あるじゃないですか。あれも多分5、6回は見たと思うんですけど、何かね創作に行き詰まった時とか、なんか人生がだれた時とかにたまに見てますね。コメディではあるんですけど、やりたいことをやるというか、好きなことを突き進めるというか、そういう大事にするべき気持ちを思い起こさせてくれる作品っていう気がします。あれは吹奏楽っていうかジャズなんですけど、ジャズっていいですよね。吹奏楽曲しかりジャズ曲しかり、おすすめのものがあればぜひ教えてください。絶対聞くので。ということで第2回これにて終了になります。本日のマイクはアーカーゲー P420 でお送りしました。聞いてくださりありがとうございました。おやすみなさい。